地獄の話をします。こんにちは、こんばんは。ついてるチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の斉藤ひとりさんのお話は地獄のお話です。普段真面目に生きている私たちは全員地獄へ落ちるのだそうです。それは今世では罪にならないことが神的波動的に罪になり、みんなそれを犯しているからだそうです。そしてみんなが助かる方法についてもお話ししてくれています。この内容が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントをお願いします。それではどうぞ。ある神社で拝んでたら、そこの神様が、斉藤くんね、陰と陽の話はバランスよくしてくださいって。それでバランスよく話し始めました。すっごい楽です。私が楽です。なぜかというと、片面だけで世の中説明してってすっごい大変なの。ところが両方から説明するとスッとわかるの。ただ私がしなかったにはしないだけのわけがある。では地獄の話を始めます。ここにいるほとんど全員地獄に行きます。なぜ行くかは後で説明します。これを聞くと、これは行くわということになります。では皆様が行く地獄、どんなところか説明しておきます。分かってるとすごく、楽です知らないで行くとねあれだけど、分かってればこういうとこか。ここの旅へ出る前に私床屋さん行ったの。床屋さん行かないとね、髪の毛長くなっちゃうとね、途中で困るんで、そこの床屋さん行ったらね、脈絡もなくポッとこの話が入った。話って流れがあるじゃない。流れがなくポンと入ってきた話ってね、意外とお知らせが多いの。だから聞いてて、これ大事な話かなっていうことで、斉藤さんさって、何？うちにね、変わったお客さん来んの。どんな人って言ったらね、霊視ができるの。で、その人が自分のお父さん亡くなったんだって。で、自分のお父さん亡くなったから、自分の親を霊視したんだって。そしたらね、薄暗くて寒いところにこうやってしゃがんでるんだって。親父って呼んだらね、おーって言うんだって。で、また親父って言ったらね、おーって言うんだって。親父、そんなとこにいちゃダメだよって。立って歩きなって言ったらね、寒くて歩けないんだよって。じーっとこうやって腰掛けてんだって。親父変なとこで腰掛けてんですよって。しゃがんでね。変なとこにしゃがんでんですよって言うから、それ地獄だよって言ったの。皆さんが行くとこはそういうとこですよ。寒くて暗くて臭いとこです。周りに誰もいません。一人だけです。もう土地は余るほどあります。もう一坪いくらとかそういうんじゃないです。全部自分のものです。全部自分のものです。ただ寒くて動けません。それが皆さんの行くとこです。ただ、いいことが一つだけあります。それは、実は私は行かなくていい方法を知ってます。だから皆さんとはもう会えません。非常にいいお知らせです。今日特別です。行かないでいい方法を教えます。どうしても行きたい方はちょっとだけ耳塞いでてください。ところでなんで全員行くの？理由は簡単です。この世で罪にならないことがあるんです。でも、向こうの世界では許されないんです。それを犯しちゃうんです。理由はたったそれだけです。で、その罪って何ですかというと、無関心の罪っていうのが。例えば自分のとこのそばに障害者の人が施設作ると反対とかっていう人いるんです。移るわけでも何でもないのに反対なんです。理由はたった一個なの。自分とこの子に障害がないんです。だから人のことはいいんです。今安心した人いるよね。安心しましたよね。いや、私反対してないから。大丈夫だな。いや、よかったよかった。ね、大丈夫ですよ。必ず行けるわけがあるんですよ。ここに、癌は治る、癌は治せる。これ読みな。斉藤さん、これ読んで私助かりました。それで終わりなの。普通ね、自分が助かったら、周りの人に知らせるよね。だって自分の周りにさ、
ね、二人に1、2でしょ？さっき言ったよ。1、2ですよ。ね、5万人に1人がなるんじゃないよ。1、2の世界ですよ。ね、自分の親戚とか友達にね、よかったらこれ読みなって言うじゃない。ところが、自分だけ感激しましたで終わりなんだよね。こういうのって、ひとりさんからこうやって来たドミノみたいもんなの。で、自分が良かったものを次って渡すよね。それを自分のとこでぐっと押さえてどうするのって。次って行くもんじゃない。うちの水晶もそうだよ。ひとりさんから水晶いただいてね、あれすごく私ね、お守りのように大事にしてます。まっすぐ地獄行けるよ。だってお守りじゃないもん。ね。エネルギー量を人にやってあげるとか、無償の愛でなんかやることじゃない。で、こういう本だってそうだよ。無関心いけないって何でも関心持ってって言ってんじゃないよ。俺が言ってるのは、自分が感激した、これで助かったっていうものも人に勧めないって無関心でしょって。それを言ってるだけなの。でこういうのってね、上中下ってのあるの。自分が感激してんのに自分のとこでグッとこらえちゃって渡さないような人、これまっすぐ地獄行けるよって。で、ひとりさんに言われたからさ、これ読んでみる？その程度の人。中だね。上中下のね、中。これはあるとこ行って裁判にかけられます。で、ほとんど地獄行きます。こういう人のもんでも、こういうもんでも、絶対読んで。この言い方だったら読んでくれんじゃないか。絶対読んで。この角度だったら読んでくれんじゃない。言い方とかさ、角度とか、この角度がいいんじゃないかとかね、研究してくださいよ。私の友達本読まないんですとか。友達が読むか読まないかじゃないの。あなたが進めたか進めないかの問題を話してる。本読まないんだったらさ、最初の頭と後ろだけ読んでごらん。だったら10分ぐらいだから。で、気に入ったらなんか読みなとかっていう。どうしたら読んでくれるだろうか。それから、いや、最近私目悪いのよ。あ、じゃあ読んでやるよ。いいことするのにも、どうしたらいいんだろうって、頭使ったり気を使う人がいるの。そういう人が天国行けるの。キリストもね、天国行くのは針の穴を通るより難しい。キリストだって、キリスト教に入れりゃいけますよとか言ってないんで、キリストだって、難しいよって言ってんの。マザー・テレサも愛の反対は無関心だ。愛の反対は憎しみでもなきゃ何でもないの。無関心だ。万引きします。万引きという罪があります。万引きして取っちゃいました。この前テレビで中学生がモザイク入りで出てました。男のモザイクなんか見たくないです、私。モザイク入りで出てました。運動靴取っちゃったところ、ちょうどテレビ局の人に見っかって。そしたらなんで取ったの？取りやすいからと。表に並べてあって。あれは買いやすくしてるんです。取りやすくしてんじゃございません。取ると困るんです。だってそこんちそれでね、家賃払ってるんです。子供学校行かしてるんです。自分たちそれで食べてるんです。それを持ってっちゃったら困るんです。で、なんでそんなことができるんですかって。無関心なんです。相手の生活に関して関心がないんです。車運転してます。酔っ払っちゃって平気で乗っかってる人いて、ドンってぶつけたら、惹かれた人のこと考えたらね、困るでしょ？家族のこと考えてみな。もし自分が酔っ払い運転で、ね、人なんか敷いちゃったら自分の家族とか、周りのこと考えたら、そんなことできないよ。だから世には無関心の罪しかないんです。その無関心っていうのが、どんどんひどくなるの。人して何ですか？包丁持ちます。これでブスッとやったら痛いだろうなとか、血出るよなとか、半分刺さっても痛いけど、全部だったらもっと痛いだろうな。その人もあれだけど、家族も悲しむだろうな。ところで俺が人になったら、うちの親困るよな。兄弟困るよなとか、周りのことに配慮したらできないんだよって。犯罪って無関心だからできるんだよ。自分のこと以外に関心がねえんだよ。だから自分の思った通りにして生きちゃってるんだよ。よく俺がね、思った通り生きればいいよって。思った通り生きるってのは相当立派だからだよ。ろくでもねえやつが思った通りなんか生きたらとんでもねえよ。本当に。
地獄の話、最後にこれだけ付け加えさせてください。勘違いする人がいっぱいいるから。ほとんどの人が地獄落ちるって言ったら、うちの先祖は地獄に落ちてんだ。じゃあどうしたらいいんだろう。いろいろ言う人います。どうにもなりません。ならないんです。あれ、あっちで勉強してるんです。早く出してあげたいとか余分なこと言っちゃいけないんです。ちゃんと神様が考えて、あんた地獄に何年とか言ってんだから、そういりゃいいんです。お経をあげたいのもわかります。壺買いたいのもわかります。ただ無駄です。その人たちはそこにいればいいんです。そういう修行なんです。だからみんなは自分たちが行かないことを考えてください。お仏壇拝んじゃいけないんじゃないんだよ。拝んでもいいんだよ。ただよく考えてよ。今ね、息子がなんか罪を犯して懲役3年ったら3年なんです。で、毎日仏壇拝んでも3年なんです。で、拝んでもいけないんじゃないですよ。拝んでもいいです。さあ3年ですよって。で、2年半で出てくることもあるんです。それはお母さんが拝んだからじゃないよ。その子が中で真面目にやってたからだよね。だからその子の問題なんだよねって。じゃないと、ここに、精神論の好きな人ってね、何でも買っちゃう人がいるの。こうやって見てると大体そういう人の顔がわかるの。自分のお金だから何に使ってもいいけどね、早く出してあげたいとかって、脱獄でもさせる気ですかって。早く出しちゃいけないの。そのことを覚えていてくださいね。じゃないとね、ダメですよ。この前この話したらね、ある宗教団体の人がね、俺のこと営業妨害だって言うの。営業妨害じゃないですよって言ったの。だっていくら私が、そんなのにお金使っちゃいけないよって言っても、脅かされるとすぐ買うの。ほぼオレオレ詐欺と同じ。いくらダメだって言ってても、すぐ買います。そのことがどのぐらい悪いことを結果を生むかを後で話します。はい、追伸です。このテープは大宇宙エネルギー療法っていう本につけるためにテープ入れてるんですけど、エネルギー療法でも何でもそうだけどね、病気の原因は自分にあるんだ。食習慣を変えよう。考え方を明るくしようとかっていう、本当に愚にもつかないことをくよくよ悩んだり、愚にもつかないことに怒り出したりするけど、今まで自分がそういう習慣があっても、自分はそういうことしてると死んじゃうんだって。本当にその悩みって自分の命より大切なんだろうかって考えて、本当心を穏やかにして感謝して、そういうふうにして自分のできることは自分でやらないとダメだよ。お医者さんに任せっきり、エネルギー療法だって全国の人たちが無償の愛でやってくれることだよ。だからね、それに感謝して自分も改めるとこは改めるんだっていう気持ちにならないと、病気っていうもの自体が神様の試練なの。自分を変えなさいっていう試練だからね、自分を変えることのきっかけにして魂を向上させるんだっていう、きっかけにしてください。人任せはダメだよ。自分でできることは自分でしっかりやってくださいよ。斉藤ひとりさん、お話ありがとうございました。地獄のお話 in は、斉藤ひとりさんはこれまで天国や幸せに関する話、陽を中心に語ってきましたが、今回はバランスを取るために地獄に関するお話 in を紹介します。この両方を理解することが人生において重要な意味を持ちます。全員地獄へ行く。斉藤ひとりさんは全員地獄に行くと述べてますが、これは物理的な地獄の話ではなく、比喩的な意味合いを持っています。地獄とは暗くて寒くて臭い場所という表現をされ、その本質は無関心という罪に関連しています。無関心という罪、現世において無関心は罪とはみなされませんが、神的波動的な視点では重大な罪とされます。斉藤ひとりさんは良い話を聞いてよかったで終わらせるだけでなく、他の人にその話を広めないことが無関心であり、これが罪になると説いています。良い話を広めることはドミノのように次々と影響を与えるべきであり、それを
怠ると地獄に落ちる原因になると強調しています。無償の愛で行動することが重要であり、これには上、中、下のレベルがあります。話を聞かないのは下、良い話を耳に入れず無関心でいること。聞いて満足するのは中、良い話を聞いて満足するがそれで終わってしまうこと。聞いて広めるのは上、良い話を他人にも広め共有すること。斉藤ひとりさんは最高の行動は上であり、聞いた話を聞いた良い話を他の人々に広めることが無関心の罪を避けるための方法であるとお話ししています。マザー・テレサの教え。斉藤ひとりさんはマザー・テレサの愛の反対は無関心という言葉を引用し、無関心がどれほど重大な罪であるかを強調しています。無関心は愛の欠如であり、人々の間で共有されるべき良い話や行動を止めてしまう大きな罪であるとしています。みんなが助かる方法。無関心の罪からみんなが助かる方法として斉藤ひとりさんは次のポイントを挙げています。1、明るくポジティブな言葉を使う。言葉には力があり、ポジティブな言葉を使うことで自分自身も周囲も幸せに導くことができます。2、食習慣を良くする。健康的な食習慣は心身の健康を保ち、精神的な安定にも寄与します。3、くよくよ考えない。ネガティブな思考にとらわれず、前向きな心持ちで生きることが大切です。4、心を穏やかに感謝していける。感謝の心を持ち、日々の生活に満足することが幸福への道です。病気は神様からの試練。病気もまた神様が与えてくれた試練であると述べています。病気は今の自分に良くないところを改めるためのサインであり、これを受け入れ改善することで人間的に成長できるとお話ししています。斉藤ひとりさんの地獄のお話は、無関心という罪に対する警告と、その罪を避けるための具体的な行動指針を示しています。無関心であることは神的波動的には大きな罪であり、良い話や行動を他の人々に広めること、無償の愛で行動することが重要であると説いています。また、ポジティブな言葉や健康的な生活習慣、感謝の心を持つことが自らを救うための鍵であると教えています。これらの教えを実践することで、私たちはより良い人生を送ることができるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。感謝してます。